それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたに夢中になっている人の特徴について見ていきます。あなたの性的魅力に惹かれている人、どんな人が今惹かれているのかお伝えしていきます。よろしくお願いします。まずはタロットカードを使ってその方の特徴をカードからもらっていきます。では見ていきましょう。エンペラー皇帝のカードです。2枚今回もらっていきます。見ていきましょう。ペンタクル6番のカード、いいですね。調和を重んじる方っていうのが入ってきますし、とても責任感の強い方なんじゃないかなと思います。今あなたに惹かれている人の特徴についてお伝えしています。いいですね。行動力があって守る力があるとか、何かをスタートさせるような方でもあるので、一番を切って先頭を切って走っていくだったりとか、物事をスタートさせる力を持っています。例えばお仕事で独立されるとか、そのようなタイミングに今来ているかもしれません。またこちらのオラクルカードすでに出していて、こちらからこの方の特徴についてさらに細かく出しています。可能性の高い星座やイニシャル、また出会う場所などについても細かく出しているので参考にしてください。見ていきましょう。トップに立つような方や周りの方と仲良くやっている平等性というのも感じます。では見ていきましょう。まず自立ですね。エンゲージメントカードから努力を惜しまないような人、コツコツ積み上げるような、そんな一面もやはりある。目標を持って掲げて取り組んでいくような姿勢、そして影響力というカードです。影響力のある方っていう風に見ています。またツリーのカードも出ていますね。ツリーは成長を表しています。なのでこの方が例えばお仕事を起業したりとか独立したとしても、これからどんどん伸びていくような、そんな流れになると思います。フリーダム、自由を表すカード、そしてピーチ、生命の息吹とあります。でウィズダムも出てますね。深い英知、頭の回転が速く賢い方、深く物事を見つめて判断されるようなところもあるのかと思います。そしてヴィーナス、金星のカードです。まずヴィーナスのカードっていうのは愛と豊かさや芸術性なども表しているので、この要素を多く含んでいるかなとも思います。では以上のカードから今あなたに夢中になっている人の特徴についてお伝えしていきます。あなたに強い性的魅力を感じ夢中になっているその人は、まるで満月の光を浴びた木のように、地に足がつきながらも天に向かって伸びる力強さと繊細さを併せ持つ人物です。その人はヤギ座、お羊座、水亀座、獅子座である可能性が高く、それぞれの星座が持つ情熱や自立性がその存在に特別なオーラを与えています。名前にはF、L、R のイニシャルを含む可能性が高く、その響きにはどこか引きつけられるリズムが宿っています。その人の外見は一目見ただけで心を奪われるほどの魅力に満ちています。しっとりと保湿された柔らかい肌は透明感があり、色素が薄く太陽の下では透き通るような輝きを見せます。背は高く、均整の取れたしなやかな体のラインが印象的で、どの角度から見ても美しく自然体。鋭い視線を持ちながらも、あなたと目を合わせた瞬間には柔らかな温かみがそこに宿り、心を包み込むような優しさを感じさせます。この方のライフスタイルは自由でダイナミックです。職業は旅や移動を伴うものが多く、クリエイターや起業家、ツアーガイドのように固定観念に縛られない生き方をしています。趣味もまた自然や冒険を愛し、アウトドア活動やスポーツを通じて心と体を解放する時間を楽しんでいます。目標に向かってコツコツ努力し、その過程で周りの意見を調和的に取り入れる姿勢は周囲から信頼されて、常に人の輪の中心にいる存在でしょう。性格は一見クールで知的ですが、心は驚くほど純粋で温かく、
大器晩成型の忍耐強さを持っています。感情に流されることなく、冷静かつ賢明な判断力で物事を進めていきます。日々の生活の中で意識的にリラックスタイムを設けており、心に余裕を持ちながら周りへの気遣いを忘れません。その穏やかさと優雅さに自然と周りの人々が引き寄せられていくのです。この方の恋愛観は安定と絆を何よりも大切にしています。一時的な情熱や束縛には興味を示さず、深く結びつき成長し合えるパートナーシップを求めています。愛情は行動で示し、派手な言葉よりもあなたのために何かを実現しようとする姿勢でその愛を伝えていきます。その温かな手に触れるだけで、あなたの心は安心と情熱に包まれ、2人の間には言葉では表現しきれない深い信頼の絆が生まれていくでしょう。はい、ルノルマンカードは木、これは安定や成長、絆を表します。その他にもワードが様々出てきていたので、いろいろ噛み合わせて見ていくと、まずこの方は移動が多いのではないかと。例えば出張があるとか、転勤をしている、または旅行好きかもしれません。外出、外に出歩くのが好きな方だと思います。暑がりで年中薄着のような気がしました。特に寝ている時は肌の露出が多めなのではないかなと思いました。なんですが、保湿がしっかりされているので肌はしっとりとしていると思います。リラックスタイムを設けている。夜になると一人でゆっくりとくつろぐような時間を持っている。で、中にはデジタルデトックスをまめにしていますっていう方もいると思います。はい、ルートチャクラの要素を強めに持っていますので、つまりは土台がしっかりしている、安定している、そして性的魅力にも溢れているパワフルな活力的な方だと思われます。こちらが今あなたに夢中になっている方の特徴としてお伝えしていきました。素晴らしいですね。賢さと、それ以外にもその芸術的センスだったりとか、あとは人を大切にする、調和を重んじるような、そんな要素も持ち合わせている方、もしかしたら実年齢よりも若々しく見えるような体つきや表情をされているかもしれません。はい、ではカードをまとめて次の段階へ進めていこうと思います。次はですね、あなたのどんなところにこの方惹かれたのっていうところで、あなたについてお伺いしていこうと思います。このエンペラーのカードがすごく強く印象的に残りました。はい、ではまた続けてタロットで見ていきます。あなたのどんなところに惹かれましたか、聞いていきましょう。今回も2枚でもらっていきます。はい、ソードのページです。はい、こちらですね。エンプレス女帝のカードです。はい、出ましたね。もしかしたら今お二人両思いとか恋人関係とか、あなたの身近な人っていうのが強く今入ってきました。近くにいらっしゃるんじゃないかな。そしてあなたがもし今好きな人がいらっしゃるのであれば、両思いの可能性が高いなというふうに感じました。どこに惹かれているのか、愛情豊かなところだよっていうのが入ってくるんですね。そして意思疎通できているように感じてると思うんですよ。あとは同じくあなたも知的で、好奇心旺盛、知的好奇心ですねが旺盛で、おしゃべりがすごく好きとか、コミュニケーションを交わし合うのが好きだし、例えば、五感について、五感に携わるようなことですね。あなたのセンスや好きなもの、集めているもの、趣味とか、あと五感なので聞く、見る、触る、食べるとか味わうとかね、触れるものとか、あなたが心地いいなと思うものを同じ価値観でいいねって言ってくれるような、似たような方だと思うんです。価値観が似ている方で、その似ているところがすごく親しみやすさを覚えていいなっていう風に惹かれていること、そしてこれはすごく人気者のカードなので、あなたがすごくモテる方だなっていう風な印象も持たれていると思います。ではあとはこちらのオラクルカードも出していますので、このカードから
あなたのどこに惹かれているのかっていうのを見ていきましょう。まずはルビーです。情熱と勝利の石、財運と幸運、夢の導きとあります。すごく可愛いピンクですね。あとはトランプから2番のカードをもらっています。はつらつとした元気な、女性の絵柄が描かれていて、パッと見た感じこの表情が目に入ってくるので、まずあなたの表情や外見、目に見えるところからっていうのが強く入ってきます。タロットカードからはデビルのカードが入っています。カリスマ性を感じさせますね。そしてすごく魅惑的ということで、とても性的魅力を表しているカードです。こちらからあなたのどこに惹かれているのっていうのを詳しくお伝えしていきます。あなたに夢中になっているその人の心を覗いてみると、まずその視線はあなたの華やかな外見に吸い寄せられています。まるでルミーが放つ情熱の輝きのように、あなたの存在は彼らにとって眩しく、目を離せないほど魅力的です。その笑顔やはつらつとした表情は彼らの心の中に鮮やかな光を灯し、一瞬で現実を忘れさせる魔法のような力を持っています。その輝きはただの外見の美しさにとどまらず、あなたが持つ内面の優しさと包容力を反映しているのです。あなたには人を引きつける不思議なカリスマ性があります。タロットカードのデビルのように甘く美しく魅惑的なオーラを放ちながら、相手を自分の虜にしてしまう力を持っています。彼らはあなたの内なる情熱と静かな自信に惹かれ、そこに触れるたびに心が揺さぶられ、知らず知らずのうちにあなたの存在に深くとらわれてしまうのです。けれどもそのとらわれは決して苦しみではなく、むしろ喜んでその甘い誘惑に身を委ねたくなる心地いいものです。あなたといることで彼らは自由と安定の両方を感じられるのです。あなたの中には未来への希望と可能性が息づいています。その視線の先には今よりさらに豊かで輝かしい未来が広がっていると彼らは感じています。その視線に触れるだけで自分もその未来を共に歩みたいという強い思いが湧き上がり、心が弾むような感覚に包まれるのです。彼らにとってあなたとの時間は心を解き放ち、自分自身を見つめ直し、成長していくためのエネルギーをもらえるかけがえのないひとときです。満月の夜、あなたと共に過ごす時間は特別な輝きを帯びます。情熱と深い愛が二人の間に広がっていき、言葉を超えた心のつながりを感じさせるでしょう。その隠れた情熱は穏やかでありながら燃えるような愛の瞬間へとあなたを誘っていき、二人の未来をさらに豊かに彩る準備を進めています。彼らはあなたと共に描く未来を夢見て、その日が訪れるのを心待ちにしているのです。はい、というようにあなたの豊かさ、温かさ、優しさ、そして虜になっているっていうのも入ってきていますね。すごく素晴らしい、可愛らしいなっていうのこと。可愛らしいっていうのは少女のように可愛らしいというよりは大人の女性の可愛らしさというふうに、今伝わってきます。今女性のようにというふうにお伝えしたんですが、性別問わず男性でもその可愛らしいっていうのは少年のような可愛らしさではなく、大人びた可愛らしさというのを感じました。そして今回は彼らというふうに表現させていただいています。はい、素晴らしいですね。ではこれからについてっていうこともタロットカードでまた展開していこうと思います。今後お二人またはね複数の方から今あなたが複数の方を虜にしている可能性があるので、その方々とどんな風になっていくのかなっていう近未来を見ていきましょう。ではこちらの4枚から見ていきます。はい、ペンタクル5番タワー、ワンドのエース、カップの8と出てきていますね。はい、今そのお二人が結びついていくために、現実的に体が一つになっていくために、もし今お付き合いしている方ではなかったとしたら、
今のお二人の間には乗り越えていく課題っていうのが見えてきています。今交際している方はそのお相手との間でお互いの気持ちがその時ずれているような、そんな感覚を今感じているかもしれません。で、交際していない方もお相手とこれから結ばれていくためには、まずこの心に火を灯しましょうっていうふうに言われているんですね。お互い思っているだけでまだ形になっていないのではないか、それを形にしていくためにじゃあどうすればいいのかっていうところで、健康面の見直しっていうのが入ってきます。はい、ここにツリーのカードも出てきていたので、ツリーのカードは体調面のことも表しています。そしてペンタクル5番っていうのは目に見える形でのあなたの中で不安に思う要素ですね。体調のこと、肉体のこと、性的魅力について、もう性そのものについてのあなたのお悩みとか考えていること、ここに火をつける、明るい火を灯していく。暗くなっている気持ちに明るい火を灯すことによって2人は結ばれる未来近づいていくだろうというふうに言われています。で、お相手のところにタワーを表すカードが出ているので、お相手の中で大きな揺れるようなこと、揺れるというのはあなたに対する思いではなくて現状を揺るがすようなことだったりとか、予期しないことが起きる可能性があります。ただそのことがあることによってお相手の中でもっと大きな区切りと言いますか、お待ちください。今こちら飛んできたカード1枚採用していきます。よりクリアに物事が見れるようになるっていうことが言われています。日常的に今お相手がマンネリ感を抱いている、倦怠感だったりとか、少し疲れたなとかだるいなとか、ちょっと新しい物事に取り掛かるのに面倒だっていう風に感じていたり、刺激不足っていうのがここで出てきています。なのでこの方の心を大きく揺らすような出来事が訪れるんじゃないかなと思うんですね。この方にも心に火が宿るような瞬間が訪れると思います。それは決して悪いことではありません。今の日常から抜け出すような、そんなロマンスがこの方にも訪れる、あなたとの間に訪れると思います。そのきっかけを作ってくれるのは共通の知り合いの女性である可能性が高いです。また共通の知り合いがいないという方も、あなたの知り合いの女性の方がこの2人の間を取り持ってくれるような気がします。2人とも今の現在っていうところが、そうですね、性的魅力や肌を重ね合うことについて現状満足いっていないよとか、自分に自信がないよとか、足りないなとか、課題点があるなっていうふうに何かしらの課題を感じているんですね。そこに対して心に火をつける、明かりを灯していくことによってお二人の関係性は次の段階へと進んでいくだろうというふうに言われています。はい。なのでまずあなたの中で今困難に感じていること、お金の面やあと体のこと、肉体的なことや精神面かもしれません。またはお仕事だったり、何か目に見える形で何かこれは今自分には足りないんじゃないかっていうふうに思っていることはもしあるのであれば、まず心身のバランスから整えていってしっかりと準備していきましょうというようなアドバイスで、お相手の方は今の現状、満足いっていない現状が大きく揺らぐような出来事が訪れます。そのことによりこの方の視界がよりクリアになって、心に火を取り戻すというか、情熱を取り戻して毎日がキラキラして輝いて見えるようになっていきます。今の状況ははっきり言ってしまえば、あなたと一つになりたいのにそうならなくてつまらないなとか、早く現実になるといいなだったり、または早くね肌を重ねたいな、会いたいなって、恋人だったら新しいことをやってもっと楽しいことしたいなっていうふうに思っていると思いますね。お互いの心に火が灯ることによって心がクリアになる、軽くなる、重いものが抜けていって軽い気持ちでお互い向き合うことができる。軽いというのは今まで足かせになっていたような、自分の中でがんじがらめになっていたような鎖が外れていって、お互い外れていって見えないものが見えるようになったり、重く感じていたものが手放せるようになったり、そうすることで新しい関係性へとなっていきます。はい、ということでこ
これからのお二人の近未来見ていきました。今現在あなたの中でも思うところがあるのかもしれないということで、そして好きなお相手との間でも感じていることがあるかもしれないんですが、ここのルビーのカードも情熱を表しているので、あと勝利もね表しているので、今足りていないものっていうのがやっぱりここの心の灯火なんですね。これをもう一度目覚めさせる瞬間がやってくるだったりとか、今まで忘れかけていたものを取り戻す時がやってきますよっていう、そういうアドバイスでもあるかなと思いました。ではお選びいただいた選択肢、こちらのカードからメッセージをもらっていこうと思います。あなたは周りの人々を引きつける特別な魅力を持っています。その笑顔や温かさは人々を安心させ、幸せな気持ちにしてくれます。しかし周りからの評価や意見に心が揺れることがあれば、少し立ち止まって自分の心の声に耳を傾けてみてください。あなたの中にはすでに素晴らしい力と輝きが宿っています。他の誰かの言葉に頼らなくても、あなた自身がこれでいいと思える道を選べばいいのです。たとえ周りの人が気がつかなくても、あなたの価値は変わりません。迷った時は静かな時間を作って自分の気持ちを確かめてみましょう。心の奥にある小さな声がきっとそのままで大丈夫と教えてくれるでしょう。あなたが自分を信じ愛する気持ちを忘れない限り、その輝きは消えることはありません。あなたの魅力はすでに十分に人を癒し引きつけています。だからどうか自分の価値をもっと信じてください。それだけでもっと幸せな未来が訪れるはずです。周りからの評価というカードです。そして今その評価を気にしてしまっているその価値っていうことについて、自分の中で満足いっていないとか、そこに対して不安を感じる、自分自身の価値や愛することの意味についてというのを考えているのかもしれないですね。その価値というのは周りの意見に左右されるものではありませんということ、そしてあなたには価値があるということをもう一度知ってほしいのですというカードからのメッセージでした。そしてこちらのカードの絵柄にある通り、ここにヘッドホンが入っていますよね、絵柄として。なのであなたが今この豊かな五感の中から耳を澄ませる心の声かもしれないし、音楽を取り入れる、好きな音楽を聴いてリラックスするとか、例えば音楽の中の気になる歌詞が今あなたの心に響く、運気が好転するサインかもしれません。聞くこと、特に音楽や人の話し声とかですね、そこに左右されるのではなくて、あなたがリラックスされる音を聞いてくださいっていう、そういうメッセージも込められています。今回はあなたに夢中になっている人の特徴、あなたのどんなところに惹かれているのか、今後についての流れを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたに今夢中になっている人の特徴についてお伝えしていきます。あなたの性的魅力、どんなところに惹かれているのかというのをお伝えしていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードを使って、まずこの今あなたに夢中になっている方の特徴を出していきます。はい、見ていきます。ペンタクル7番と8番が出てきました。この方は今一番最初にピンときたのが、まず順番っていうのを大切にされている方なんじゃないかなと思いました。順番というのは、例えば交際してから体の関係を持ちたいなとか、あなたとの関係性っていうことに対してもそうですし、あとは例えばお付き合いして同棲して結婚してっていう、この方の中のね、この計画といいますか、人生の流れっていうのが決められているというか、頭の中でこういう風にしていきたいっていうのを具体的にリスト化されているような気がしました。
特にこの順番にこだわっているなっていう感じがしたので、恋愛だったらまず交際っていうところ、お申し込みからスタートして、そこで体の関係とかそういうことを真面目に考えているなっていうのを感じますし、あとはこの方がどちらもペンタクルのカードなので、ペンタクルっていうのは金銭面とか健康、体っていうのを表しています。肉体的にも強い方で、何度も見直しをかけているし、コツコツ頑張ってるので、筋トレとかボディメイク、またはダイエットとか健康的な生活などを意識されて毎日取り組んでいらっしゃるところがあると思うんですね。例えばジョギングをしたりとか筋トレをしていたりとか、積み重ねることが好きな方っていうのが入ってきます。また何度もチェックするっていう癖もあるのかもしれない。心配性なのかもしれないですね。どうしたらもっとより良くなっていけるんだろうっていうのをしっかりと考えていくことができる方だからこそ、いつもベストを尽くすようなところがあるんじゃないかなとも思いました。では具体的に可能性の高いイニシャルや星座など、こちらのオラクルカードから出していきます。まずタフな方なので体は強めですね。性的魅力とか性的エネルギーっていうのも溢れている方だと思います。見ていきましょう。こちらエンゲージメントカードからは友情、仲間、そしてあとは冒険、そして共感、思いやる気持ち、共感性がある。あとはユリのカードですね。このルノルマンカードのユリは一部では性的要素も持ち合わせているので、セクシーな方なんじゃないかなと思いますね。そしてあとはリメンバー、ターコイズ、こちらも共感能力を目覚めさせるというワードが入っていて、同じく共感性を表しています。モデレーション、節度ですね。あとは木星のカードが入っています。木星というのはいわゆる神ゼウスを表しているので、存在感の大きな方っていうのが、特徴で入ってくるかなと思います。あなたに強い性的魅力を感じ夢中になっているその人、この方は双子座、水亀座、魚座、または牡牛座のいずれかの星座を持つ可能性が高く、その性質から自由で知的、感受性が豊かでありながらも地に足がついた現実的な魅力を併せ持っている方です。この方の名前のイニシャルには J、T、R、K が含まれていることが多く、響きにはどこか優雅で落ち着きのある雰囲気が漂っています。職業は人々とのコミュニケーションや感動を生み出す場に関わっていることが多いでしょう。例えばクリエイター、ライター、教育者、カウンセラーのような相手を癒し導くようなお仕事、または最新の技術を駆使するデータアナリストやエンジニアといった分野で活躍し、その多彩さが周囲の尊敬を集めています。社会的変化にも敏感で、時には改革者のように新しい価値観やトレンドを取り入れることに積極的です。外見は明るめの髪色や柔らかなウェーブがかった髪型が特徴的です。目元には穏やかで知的な光が宿っています。時に眼鏡をかけて知性を際立たせることもあれば、コンタクトレンズを用いてその整った顔立ちを引き立てることもあります。胸板は厚くしっかりしており、体型はややふくよか、または筋肉質でどこか包容力を感じさせる豊かな体つきが魅力的です。またその手は器用で、日常の中で何気なく手先を使って作業する姿に不思議と目を奪われるでしょう。そして何より笑顔が印象的で、その笑顔一つであなたの心を一瞬で和らげてくれます。性格は非常に優しく、共感能力が高いです。人の気持ちを自然と読み取る才能があります。悩みを抱える人にはそっと寄り添い、余計な言葉を使わずとも安心させる不思議な力を持っています。その人自身も時折自分の世界に閉じこもりたいと感じる繊細さを持ちながら、友情や仲間との絆を大切にしています。大勢の中で過ごすよりも静かなカフェで本を読んだり、自然の中で思いにふける時間を好むタイプです。一方で好奇心旺盛で冒険心が強く、未知の世界に飛び込んでいくことを恐れない情熱的な面も持ち合わせています。趣味は多岐にわたりますが、特に食にまつわる楽しみを大切にしています。
新しいレストランを探したり、家庭で手作りの料理を振る舞ったりすることが好きで、食を通じて人とのつながりにも喜びを感じます。また、夜空や月を眺めることを好み、その時間はこの人にとって特別な癒しの時間です。何かを作り出すクリエイティブな活動や、静かな場所で自分だけの時間を過ごすこともライフスタイルの一部になっています。食べることや眠ることを重要視し、ストレスを発散させながら健康を意識した節度ある生活を送っています。恋愛においては、その人は純潔と調和を最も重んじる人です。愛情は一時的な情熱ではなく、深く穏やかなものです。その人はあなたとの精神的なつながりを求め、その関係が調和と信頼に満ちたものであることを大切にします。その人からの愛はまるで月の光のように静かで優しく、しかし確かなぬくもりであなたを包み込むでしょう。また、その人の存在そのものが木星が示すような幸運や広がりをあなたにもたらします。一緒に過ごす時間はまるで夢が現実に溶け込んだかのようなロマンチックで特別なひとときとなるでしょう。そのひとときはお互いにとって人生の宝物になります。はい、というように、一人カフェやくつろぎタイムを持っていること、一人で遊びに行ったり、一人で外食したりなどすることにも抵抗がなく、マイペースに楽しんでいらっしゃる様子っていうのが伺えます。そうですね、外見は癖のある髪質なんじゃないかなというふうに思いました。笑顔が印象的です。また、変化に乗るのがとても上手な方なので、変化を好む傾向があるので、最新のもの、トレンドを取り入れたりするのも上手なんじゃないかなと思いました。視力は悪く、メガネまたはコンタクトをしている可能性が高いかなと思います。食べること、寝ることが好き、これが一番のストレス発散になってるんじゃないかなと思いました。あとは多彩な方っていうのも感じますし、直感力に優れた方っていうのも強く感じました。はい、ということで、今あなたに夢中になっている方の特徴についてお伝えしていきました。現実志向でもありながらロマンチックな要素も持ち合わせているので、はい、自分の思い描いている理想を現実にする力を持っている人というふうに見るといいかもしれません。今活動していること、動いていることがこれからどんどん拡大していくような、その過程の中にいるという感じがしました。そしていずれは社会的地位を得るだったりとか、誰かを支える中でもその役割の中でトップに立つような方なんじゃないかなと思います。人を導くようなそんな素質もあります。はい、ということで、この方の特徴について見ていきました。では続いてタロットカードで見ていきます。あなたのどんなところに惹かれていますかっていうので、またカード2枚出していきます。はい、ソードの9番とワンドの9番です。これ少し気になりますね。このお相手が変化に乗っていくのが得意な方に対して、あなたは変化を好まない傾向があるんじゃないかなと思ったんですね。できれば変わりたくない、変わることを恐れているとか、本当は変わりたいんだけど今の現状を手放すのが悩む、迷うとか、先へ進むのが怖いとか、何かを手放して新しい変化に乗っていくのが勇気がいるなっていう風に、人一倍慎重になりがちな方なんじゃないかなっていう風に思いました。でもその儚いところにこのお相手、性的魅力を感じているという風に読むんですが、一方ね、今あなたが何かに向けて備えてはいる、準備はしているんですけど、ひどく不安になっているっていうのを感じるので、このあなたに夢中になっている方も、あなたが今何かで悩んでいたり、または体調を崩しているような気がしたんですね。怪我をしているとか、風邪をひいているとか、少し長引いているような気がする。それを見ている、感じているっていうのを感じました。
性的魅力だけではなくて健康面っていうところも少し気になったこと、そして補足でワールドのカードが出てきていたので、あなたがその勇気を持って未来飛び込んでいけば2人は一つになっていく可能性がとても大きいというふうに読みますね。はい、幸せのエネルギーが拡大していく。木星は幸運の星と聞くことが多いと思うんですが、幸運だけではなくていろんな要素を拡大していくっていう意味も持ってるんですね。なので前向きなエネルギーを、2人が一つになる未来を掴んでいくためにも、ポジティブに考えていきたい、またはそのエネルギーをあなたに届けたいっていうふうにお相手が思っているんだと思います。そして自分の色に染めたいとか、悩んでいるあなたを元気づけて癒し、あなたのおかげで私元気になれたよとか、そういう一言をもらえるとすごく嬉しいな、あなたの役に立ててとっても満足だっていうことも伺えますね。そして自分の中であなたが今魅力私ないんじゃないかっていうふうにネガティブモードに陥っているような気がしました。どうでしょうか。例えば恋愛するのは少し慎重に考えたいなって思っていたり、また性的なことに対しても一つになっていくことがどうしよう、怖いな、自分でもいいのかしらとか、あらぬことで考えてしまって迷ってしまって、そこから未来を向いて歩んでいけないような、そんなあなたの様子、儚さっていうのが出てきます。一歩踏み出してみることで2人の距離はぐっと縮まっていくのではないかっていうふうに、お相手が可能性をすごく感じているなっていうふうに思いました。はい、ではあなたのどんなところに惹かれているのかっていうのをオラクルカードでも出しているので、こちらのオラクルカードからも合わせて見ていこうと思います。まずフローライトのカードです。天才の石、意識を活性化、澄み渡り、見通すビジョン、はい、ということと、あとトランプからももらっています。6番です。はい、そしてこちら審判、ジャッジメントのカードが入っています。使命、吉報、治癒、再生、意識、覚醒とここにワードが出ているんですが、もしあなたが今ご自身の体調面で風邪が長引いているなとか気になっているところがあるのであれば、今ここが治癒や再生というところが当てはまると思いますし、明るい未来に対しての吉報っていうのも訪れてくると思うので、未来目を向けてくださいとか、過去失敗してしまってそこから動けなかったこともそれを乗り越えてまた復活していく、再チャレンジして成功をつかみ取ることができます。そのような意味も持っていますので、過去にとらわれすぎずって次なるステージへっていう風に促されているような気がしました。また未来を見通すビジョンっていうのももともとあなたの中で持っているものなので、あなたが前を向けば、過去ではなくて今現在に目を向けることができれば、この力はより活性化されていくだろうっていうのも表しています。ではこちらのカードから、このあなたに夢中になっている人があなたのどんなところに惹かれているのか。まず何よりもあなたの笑顔に心を奪われています。あなたが見せるその柔らかな微笑みには包み込むような温かさと、どこか天使のような上品さが宿っており、見る者の心を癒し、新しい希望をもたらしているんです。あなたの笑顔は彼らにとっての再生や復活を象徴するものであり、人生の迷路を抜けて新たな光に向かう道しるべのような存在になっています。もともとあなたの持っているエネルギーというのは、人を導いたり意識を活性化させる力です。その力が、活性化の力が再生や治癒につながっているんですね。覚醒につながっているんです。どうか自分の才能や魅力に、本来持っているものにね、気づいてくださいっていうメッセージです。そしてあなたが流れに身を任せるその自然体な魅力というのも彼らの心を強く引きつけています。あなたは風がそっと吹き抜けるように穏やかでありながら、時折見せる鋭い視線や毅然とした態度で澄み渡る知性と霊的な力を感じさせるのです。その瞬間、彼らはあなたの中に秘められた天才的な直感力や明晰な判断力、そしてそれを具現化する力に気づき、思わず見とれてしまいます。
あなたの姿にはただ美しいだけではない、何か崇高で神秘的なオーラが漂っており、それが彼らに運命のような強い縁を感じさせているのです。もともとあなたの持つ魅力は成長し続ける姿です。そしてあなたの内なる力、そして変化を恐れずに受け入れていく姿勢は彼らにとって一種の奇跡として映ります。あなたのそばにいるだけで自分自身もまた新しい可能性に目覚めるような気がしてならないのです。あなたの存在はまるで天使の音楽のように彼らの意識を活性化し、目に見えない深い部分で癒し導いてくれます。何よりもあなたの中には強さと優しさが絶妙に混ざり合っています。普段は柔らかく人の心に寄り添いながらも、必要な時は真の強さを見せるそのバランス感覚が彼らにとっては特別な魅力となっています。そしてその強さの中に潜む一瞬の脆さや儚さが彼らの心を揺さぶり、あなたを守りたいという衝動をかきたてます。彼らが惹かれるのはあなたの優しさや温かさに安心感を感じているからです。あなたの純粋で無邪気な魅力は相手に純粋な美しい記憶や癒しを思い出させ、心を満たします。またあなたと一緒にいることで未来に対する希望や新しい始まりを感じ、2人の関係が特別なものだと思うようになるのです。彼らはあなたとの出会いを運命だと感じています。直感的に惹かれ、言葉にできないほどの特別な感覚を抱いています。それはただの感情ではなく、もっと深いところで魂があなたに呼び寄せられているかのようです。あなたは彼らにとっての覚醒と癒しを同時に与える存在であり、その存在感は人生において欠かせない光となっています。実はあなたの持っている魅力、こんなにたくさんあって素晴らしい、天才というふうに思ってくださってるんですが、今のあなたの状態を見ていると、ご自身の本来持っている魅力を自分自身が信じられないとか、自分が魅力がないんじゃないかっていうふうに感じてしまっているような現状っていうのが伺えるので、その不調を取り除いていって本来の魅力を取り戻す、自信を取り戻してくださいって、そういうカードからのメッセージでもあります。見ている人はちゃんと見て感じてくれているよっていうこと、あなたは一人ではないということですね。これからの変化に備えるという意味で今このカードが出ているかもしれません。新しい変化や美しい流れに身を任せること、もう一度任せてみませんか。そうすることでまたあなたが新しい世界を味わうことができる、過去の自分を克服することができます。そういうカードからのメッセージも感じました。では今後の流れについてカードまた展開していきます。はい、ではこの4枚で見ていきます。ペンタクルの10、ソードのクイーン、ソードのページ、デビルのカードです。見ていきましょう。このお相手とても誠実な方なので、まず交際前提として肌を重ねていくということは出てきています。そうですね、あなた自身もそれを望んでいるので、まずはちゃんとした言葉があってからとか、告白して OK してからとか、そうですね、一方的な思いだけで進めていくのではなく、双方の気持ちが揃ってからっていうことをお互い強く感じているので、ここのあたりに関してはお相手を信頼しても大丈夫だなというふうに思いました。そしてあなたの状態がこれから整い始めていくということをこのペンタクル10が告げています。はい、なんかこう不安に思っていることや心にとらわれていたものからあなたが解放されて、とても幸せな気持ちで包まれていく、そんな近未来の様子っていうのが描かれています。そこにはお相手のサポートがあるからっていうのが入ってくるんですね。この方のお声掛けだと思うんです。どうしたの、大丈夫、悩み聞こうかとか、大丈夫だよって、あなたはあなたのままで十分素敵なんだよとか、あなたが今まさにかけてほしい言葉をこの方がかけてくれると思うんです。なので今自分に必要なメッセージをくれた方、まさに今これ私が欲しいと思っていたんだっていうことを声かけてくれた人が今あなたのことを
性的魅力あふれる人だなっていう風に感じてくださっている方だと思います。必ずお声掛けがあると思う。そして声をかけるだけじゃなくて、あなたの言葉をちゃんと聞いてくれる、あなたの返事が返ってくるまでゆっくりと待ってくれるような方ですね。とても賢いです。そして色合い的に緑やターコイズブルー、青系、青でもちょっと緑がかったような青のイメージを持つので、そのカラーがこの方の特徴として入ってくるかもしれません。何か今色として入ってくるので、そうですね、木々のような緑というよりは水の色に近いような緑と青の中間ぐらいのエメラルドグリーンとかターコイズブルーとか、この辺りの色を強く感じるので、この方が身につけているのか、何か2人がこう近づくときにその色が近くにあるような気がします。例えばアイコン、 SNS のアイコンがそのような色なのかもしれません。ちょっとヒントとして捉えてください。そしてちゃんとあなたにアドバイスをくれる方だと思うし、どうすればいいんだろうってことを一緒になって考えてくれる方、そして周りのことを気にしなくてもいい、自分軸でいいんだよっていうことを改めて教えてくれるような流れになっていきます。なのでこの2人が近づいていくきっかけとしては、あなたに声をかけてくる、どうしたの、大丈夫、相談に乗るよっていう形で相談して話を聞く、そんな流れから2人がどんどん距離が近づいていくというような流れになっていきます。そしてデビルのカード、悪魔のカードが入ってるんですが、これは魅惑、性的魅力という要素が強く入っているので、もしかしたら急激に急接近して仲が深まっていき、相談している中でそのまま夜を迎えて肌を重ねていくような流れになるかもしれません。ただ肌を重ねるとしたら、お互いちゃんと覚悟を持って、一晩の遊びとかではなくて、一生付き合っていくんだとか、ずっと好きなんだ、好きな思いを持っていたんだっていうことをちゃんと打ち明けてから肌を重ねていくような一晩になるんじゃないかなっていうことです。この流れっていうのが少し早いかもしれないですね。本来であれば好きです、付き合ってください、数日後にお返事してデートを重ねていって、で徐々にね段階を踏んでいって肌を重ねるっていうのがこの方のプランでもあって、あなたもそれを望んでいるんですが、今回ばかりはぎゅっと縮まっていって、話聞いて一晩とともにっていう風に流れがね急激にぐっと早くなりそうです。それぐらい早い変化や大きな変化っていうのが今あなたのところに訪れようとしているのだと思います。ではお選びいただいたこちらのオラクルカード、このカードっていうのは予期しなかったものにある先の光という意味があります。思ってもみなかったような吉報が訪れるとか、嬉しいことがあるとか、まさかこんな急展開になるなんてっていうような、あなたにとって希望とも言える、光とも思えるような優しく温かく輝かしいものが思ってもみなかった段階で訪れるよっていうことを表しています。詳しくメッセージもらっていきましょう。今あなたの周りで予期しない変化が起こっているかもしれません。それは少し混乱したり不安を感じたりするかもしれませんが、実はそれがあなたの成長に必要なステップなのです。目の前の状況が一見崩れ落ちているかのように見えても、その裏には愛と光、そして新しいチャンスが隠れているのです。あなたの人生に訪れるこの変化は、まるで新しい始まりの合図のようです。宇宙はあなたをしっかりとサポートしていて、今後あなたの中に秘めた力がどんどん輝き出す時が来ます。今まで見えなかった可能性がこのタイミングであなたの目の前に現れるでしょう。この変化を恐れずに自分を信じて進んでいきましょう。自分の本当の気持ちや思いを大切にして、周りの期待に合わせるのではなく、自分らしく輝いていくことが大切です。変化の中にこそあなたが本当に望んでいた幸せや成長があることに気づけるはずです。これから訪れる素晴らしい変化にワクワクしながら一歩一歩進んでいけば、きっと幸せな素晴らしい未来が待っています。ということ、今暗闇から抜け出すチャンスが巡ってきます。そしてこちらモチーフ絵柄としてライトというワードとともに光の模様が描かれています。
ぜひその照明とかライト、お部屋の照明を足してみるとか、キャンドルを灯してみるなどして、明かり、ライト、光っていうのをイメージしたものを身につける。アクセサリーでもキラキラ光るようなものがいいと思います。ぜひラッキーモチーフとして取り入れてみてください。あと照明をつけるっていうことなので、またはキラキラした食器を集めてみたりとか、小物を身の回りに置くっていうのもいいと思います。こちらもぜひ参考にしてください。そしてあとは最後にお伝えするんですが、このデビルのカードっていうのは生活の乱れ、生活習慣の乱れ、不節制なども表しているんですね。そしてお相手のところにモデレーション、節度、乱れたものを整えていくっていうエネルギーを持っている方なので、このお相手と一つになることによってあなたの心のバランスが安定したりとかね、そして何か乱れていた生活習慣というのが整えられていくような、お相手からいただくエネルギーも大きいのかなというふうに思いました。まさに木星の表す幸せや拡大のエネルギーがあなたにも伝わっていく。肌を重ね合うことによってお相手のエネルギーがあなたにも流れ込んでくるというような、印象を受けました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたに夢中になっている人の特徴についてお伝えしていきます。あなたのどんなところに魅力を感じているのかというのも踏まえてお伝えしていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードを使って今あなたに夢中になっている人の特徴を見ていきます。カード2枚出していきます。ではこの2枚で見ていきます。ペンタクル、ナイトとスターのカードです。ここから感じるのは、とても誠実でありながらもこの方直感的に動いていかれるピュアな方っていうのが入っています。自分がやってみたいなと思ったら自由に動くようなところもありながら、その反面やはりここしっかりしている、土台がしっかりしているっていうのがあるので、しっかりしているベースがしっかりしているからこそ自由に動けるような、そんな柔軟な考え方もできる、どちらの要素も併せ持つような方なんじゃないかなっていうこと。そしてこの方の運気が今いいということですね。幸運の波に乗っている。なのであなたの周りで今この人波に乗ってるなっていうような見かける方がいれば、その方が今あなたに魅力を感じているかもしれません。あなただけを見つめているような気がします。性格は少しぼーっとしているようなマイペースなところも見せているんじゃないかなと思いますし、もしあなたと仲が良ければ、なんて言うんでしょう、落ち着いてリラックスしているようなこの方の素顔っていうのをあなたが見ているんじゃないかなとも思います。また少し距離を感じたりとかもするので、離れている、あなたのことを思っているんだけれど遠くから見ている、見つめているような、そんな関係性かもしれません。触れたくてもなかなか触れられない、もどかしいっていうのを感じますね。もし近くにいたら気軽にボディタッチするのになとかね、そういうことも感じられます。すごく無邪気な方だし、スターのカードが出てるということは、この方自体が目立つしモテる方、人気者っていうのが入ってきます。身の回りのスター的存在っていうことなので、華やかさっていうのも感じますね。ではさらに詳しいことをこちらのオラクルカードで出していますので、加えてみていきます。可能性の高い星座やイニシャルも出しています。まず公正、公平というねカードも出ています。面白い、個性的、面白さっていうのがありますね。話が面白いとか考え方が面白いっていうことでしょうか。そしてエンパワーメントです。エンパワーメントって何っていうと、例えば人の才能を見抜く力を持っていたりとかですね、発掘するとか、才能を発掘したりとか、そこから何か見出して作り上げていく力のことを表します。そしてあとはインスパイアですねのカードと、そしてライラック、信頼を深める。このカードは余地を表しています。ディビネーション、余地ですね。あとは
獅子座のカードが出ています。これらを合わせてこの方の特徴をお伝えしていきます。で、獅子座の守護星が太陽なので、ここに太陽が出てるから、かなりこの獅子座の要素が強いなというのを感じています。あなたに深く惹かれて夢中になっている人の姿を紡ぎ出していくと、まるで夜空に輝く星々のように、一つ一つの特徴があなたの心を照らし出すようです。その人は獅子座、水亀座、牡牛座のいずれかの星座を持つ可能性が高く、星々のように明るく、温かく、そして自信に満ちたエネルギーを放っています。名前の頭文字に L や M が含まれているかもしれません。その方の声には柔らかさと力強さが混在し、話すたびにあなたの心に響く音楽のような調和を生み出します。外見は印象的です。華やかなアクセサリーや個性的なファッションセンスがその魅力を一層際立たせています。獅子座や太陽のカード見てる通り、あとスターもねある通り、かなり華やかなんじゃないかなと思います。色合いかもしれないし、センスかもしれません。その人の目には穏やかさと鋭い観察力が宿っており、見るものを捉えて離しません。趣味は音楽や読書、スピリチュアルな世界とのつながりを大切にし、心の深い部分に触れるような興味を持っています。音楽はその人の人生に欠かせない存在で、メロディーやリズムを通じて自分の内面を表現し、また癒しを求めています。音楽の要素がとても強い方ですね。職業はとても稀な職業で特別なもの、またはリーダー的な立場になっているでしょう。ですね、独立して会社を起こしているかもしれないし、一方で人の注目を集めるような華やかな存在っていうのが入ってくるので、アイドル的な存在なので、人前に立つような注目を浴びるようなお仕事をされていたりとか、そうですね、ちょっと稀なっていうのが入ってくるので、類いまれなる才能を生かした特別なお仕事に疲れているような気がします。そして周囲の人から厚い信頼を得ており、時にその存在自体が周囲を癒し、活力を与えるような人物です。愛と調和を象徴する心のエネルギーがあふれています。どんなに困難な状況でも公平な、そして公正な判断をし、相手の本音や才能を見抜く力を持っています。その優しさと強さに多くの人が引き寄せられるでしょう。また、柔らかで神秘的なオーラをまとい、その人の言葉や行動には上品さがにじみ出ています。ライフスタイルは落ち着いていながらも、常に自分のペースを大切にし、人生を丁寧に楽しんでいます。占いやスピリチュアルな世界にも興味を持ち、見えないエネルギーや直感とともに生きる姿勢は、あなたの内面にも刺激を与えてくれるでしょう。この方の恋愛観は実に情熱的で、相手を大切に思いながら自分自身の芯をしっかりと保つバランスを持っています。深い信頼と愛を基盤とした、ただ外見や表面的な魅力だけでなく、心のつながりを何よりも重視します。その人と向き合うたびに、あなたは自分自身が大切にされて愛されていることを実感し、人生そのものが輝きを増すのを感じるでしょう。はい、まず太陽のカードも入っていますし、この方が成功者であるということを告げています。明るさ、元気、活力、また繁栄なども表しているので、この方の行く先っていうのは照らされた未来っていうのがありますね。華やかな道を歩む方です。エンパワーメント、相手の本音や才能を見抜く力がある、つまり直感力に優れている方なのかもしれない。ピンとくるような、ご自身の感性を大切にしている方だと思います。自分の生活リズムを大切にしている。読書が好きっていうのも入ってきます。読書っていうのは難しい専門誌かもしれないし、例えばガジェット系などね、電化製品などのその雑誌かもしれないし、小説かもしれない、漫画本かもしれないんですが、読書が好き、本を読むのが好きっていう感じがします。中には電子書籍っていう可能性も高いんですが、でも紙の本も手に取っているような気がしますね。あとは心の中っていうのがとても豊かな方っていうのを感じました。以上がこの方の特徴です。どちらかというと大人っぽさというよりは、
少しだけ幼いような印象を与えます。ですので年齢よりも少しお若く見えるだったりとか、またはそうですね、年齢に沿っていながらも最新のトレンドを取り入れていたりとか、または無邪気にはしゃいだり笑ったりする笑顔がとても魅力的に映るような方なんじゃないかなと思いました。はい、ということでこの方の特徴を見ていきましたので、次にじゃああなたのどんなところに性的魅力をこの人感じてくれてるのっていうところを見ていきましょう。これもタロットカードを使って2枚カード出していきます。はい、こちらの2枚で見ていきましょう。天使のようでもあり、小悪魔的な魅力も持っているということで、性的魅力が存分に、出てきていますね。すごく感じられます。もうあなたからの溢れ出るセクシーさ、色気、放つ香り、すべてがこのフェロモンがね、自分をそそるんだと、この方から見てそのように映っています。とても魅惑的な、そうですね、フェロモンを感じるっていう風に入ってきています。すごく素晴らしい理想系っていうワールドのカードと、あとカリスマ性や魅惑、誘惑を表すデビルのカードが入っているので、小悪魔的な魅力も感じながらも聖なる魅力も感じるっていうこと、そして早く肌を重ねたいなっていう気持ちでいっぱい溢れていますっていうのも伝わってきます。あと美しさっていうのが入ってくるので、あなたも自分自身に磨きをかけているところがあると思うんですね。その他にもオラクルから出しているので見ていきましょう。ローズクォーツ、無条件の愛の石、魅力を引き出す優しい愛の波動、あなたから発せられている心の愛情の形っていうのを受け取っているような、受け取っているというか見出している、見つけたっていうふうに思います。トランプからももらっています。11のカードですね。あとはザ・スター、こちらもね、お相手と同じスターのカードが出ていますね。調和、希望、自然、宇宙、浄化とあります。星、あなたにも同じ要素があるので、稀なるお仕事と言ったんですが、あなたも同じようなお仕事や夢、目標を掲げているのかもしれないなというのも感じます。また海外にご縁のある方なのかもしれません、あなたが。はい、まず見ていきましょう。これらのカードからお相手が感じるあなたの魅力、この方の心を深く読み解いていくと、まるで夜空に輝く星のように、あなたの内面の純粋さと優しさに導かれていることがわかります。彼らはあなたの中に眠る、まだ世に見つかっていない原石のような輝きを見抜き、その美しさに心を奪われています。あなたが持つこの無条件の愛の波動、それは穏やかでありながらも魅惑的で、彼らの心を優しく包み込み、あなたと触れ合う時間がどれほど特別かを教えてくれます。その人はあなたの価値観やセンス、そして趣味やアートに現れる独特の個性に深く惹かれています。それらはただの装飾ではなく、あなたという存在が持つ調和の美しさを映し出しているのです。このタロットカードのスターが象徴するように、あなたは彼らにとって浄化と希望の源であり、一緒にいることで心が癒されると同時に新しいエネルギーが湧き上がってくるのを感じています。さらにあなたの体の曲線美とそこに宿る温かさも彼らの視線を引きつけています。その魅力は外見だけではなく、あなたの内面から溢れ出る優しさと愛情が生み出すものです。あなたの心の輝きは彼らにとって一筋の光となっていき、人生を豊かに彩る存在としてますますその思いを強くしているのです。彼らの情熱は燃え上がるように熱く、あなたへの思いを止められない衝動へと変えていきます。その情熱はあなたに触れた瞬間に火を灯し、あなたと過ごすひとときが彼らにとって官能的で忘れられないものとなるでしょう。まるであなたは愛と美の女神です。祝福を受けるかのように、あなたの周りには愛と調和のエネルギーが満ち溢れています。彼らにとってあなたは心の調和を奏でる美しい音楽であり、
夜空に輝く北極星のような存在。あなたが持つ愛と美、そしてぬくもりは彼らの心に深く染み渡り、あなたとの未来を夢見る希望の灯火となっています。心の奥底からあふれるその思いは、あなたの手に触れるたび、言葉では言い尽くせないほどの喜びを生み出すでしょう。とても素晴らしい純粋なピュアなハートを持っているということ、そのあなたの豊かな愛情に心惹かれています。そしてこの方があなたのこの原石、まだ発掘されていない魅力というのを見出しています。もしかしたら周りの人は気がついていないかもしれない。でもこの人だけがいち早くあなたの魅力に気がついてくれているんです。そういうところが魅力的というふうにお伝えしていきました。ではこれから先どうなっていくのかっていう今後の流れについてタロットカードから見ていこうと思います。はい、では見ていきましょう。はい、いいですね。お相手があなたを満たしてくれるような今後の流れっていうのが出てきています。まずこのローズクォーツのカード、こちらを常に心に留めておいてください。どんな時でもこのカードがあなたを守ってくれます。そしてまたこのお相手もあなたを守る存在としてこれからあなたに接近してくるでしょう。ずっとそばにいてくれる方ですね。この方がそばにいてくれるから今の自分の状態が盛り上がっていく。気持ちもそうだし、心の状態や体、健康面、そして今の生活そのものが安定してくると思います。満たされた思いでいっぱいになる。あなたの疲れた心に元気をくれる、癒しをくれるような存在ですね。そのお二人が次なるステージへ向かって今進み始めようとしています。この方は常にあなたのそばに寄り添って、あなたの話を聞きながら優しくあなたの髪を撫でてくれるでしょう。すごく満ち溢れた気持ち、豊かな心っていうのを持っています。今あなたが少しオーバーワークっていうカードが出てるのでお疲れ気味なのかもしれません。その疲れたあなたを癒してくれる存在、その2人は間もなく次なるステージへ向かいます。何度もお互いの関係性を見直していきながら、より良いベストを尽くしていきながら、どんな形をとっていけば、どんな方法をとっていけばもっと豊かなものになっていけるだろうかっていうのをお互い感じて考えて寄り添っていけるからこそ、次のステージへ、もっと豊かな世界へとお互いが進んでいくことができます。はい、なんか例えばうまくいかないことがあったとしても、都度話し合いを交わしていくとか、見直しをかけることによってより良い関係性へとつながっていきますっていうことが言われていますね。はい、このお相手の行動力や発言力っていうところにあなたがすごく救われるっていうのも入ってくるので、はい、今この方はすごく頼りにしてもいいんじゃないかなというふうに出てきています。またこのお相手もあなたから出てくる愛情の力、エネルギーっていうのを受け取って、さらにこの人の魅力開花へつながっているので、お互いが相乗効果を得ているんじゃないかなっていうのも感じました。ではお選びいただいたこちらのカードです。このカードは聖なる流れと出ています。そしてイエスっていうカードですね。流れに乗っていくこと、あとイエスね、常にイエスっていうの、自分のことを認めるっていうこともそうだし、何事に対しても前向きに捉えてイエスっていうふうに言葉にしていくことが、これ確かなエネルギーに変わっていきます。自分を受け入れられない今の現状に満足ではない、イエスとは言えない、言い難いような現状かもしれない。それを乗り越えていくために流れに身を任せイエスというふうに答えていくのです。ではオラクルカードからのメッセージです。あなたは今人生という川の中を流れています。宇宙はあなたを優しく導き、必要なものすべてをイエスとともに運んできています。イエス、新しいチャンスへ。イエス、素敵な出会いへ。すべてが自然に無理なく動き出すのを感じてみてください。もし困難にぶつかっているように感じても、それは失敗ではなく、もっと良い道へのサインです。無理に逆らうのではなく、
水のように柔らかく流れてみましょう。障害物も実はあなたを高めるための道しるべです。大切なのは力を抜いて自分を信じること。宇宙はいつでもあなたを見守り、ベストな道を用意しています。焦らず自然な流れに身を任せれば、きっと素晴らしい未来が待っています。聖なる流れに身を任せてくださいというメッセージ。そしてこちらの絵柄が示している通り、この流れに身を任せているお魚のカードが出ていますね。お魚モチーフやハートモチーフを身につけることもいいですし、流れを感じられるようなことをする。例えば外に出て風の流れを感じるとか、水の流れを感じてみること、自然の流れを感じることっていうのが、今あなたの神聖なエネルギーを引き寄せるアクションになっていきます。ぜひこちらもお受け取りください。今回は今あなたに夢中になっている人の特徴や、あなたのどんなところに惹かれているのか、またこれからについてどんな風に流れていくのかっていうのもお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。あなたの性的魅力、そこに夢中になっている人の特徴についてお伝えしていきました。そしてリーディングの最中、彼らという言葉を今回使わせていただきました。それは複数人いる可能性があるという意味も含めて、彼らというふうにお伝えさせていただきました。もちろん好きなお相手に当てはまるなっていう方は、好きなお相手として捉えていただいてもいいですし、今好きな人がいないっていう方は、どんな人が今私に夢中になってくれてるんだろうということで、彼らということをお受け取りいただいてもいいと思います。はい、ということで私事なんですが、アフタートークでお伝えしますが、今風邪をひいていまして、風邪をひいてそこから来る、もともと喘息を持っているんですが、喘息が始まってしまいまして、鼻声になっていることと、声が少し枯れ気味になっていること、そして少し咳き込んでいるので、咳のところをカットしながら、休憩を挟みながらゆっくりとマイペースに撮影させていただいています。はい、ですので時々お聞き苦しいところもあるかもしれないんですが、どうぞご了承ください。ということで今回は共通メッセージをこちらの How to Love Yourself カード、こちらからもらっていこうと思います。今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。では見ていきます。1枚もらっていきます。このカードです。見ていきましょう。常に感謝の気持ちを持ち続けていきましょう。今の自分に満足することができます。感謝の種を探しましょう。はい。感謝の種、身近にある感謝の種を探してください。そうすることにより、あなたは自分の心が満たされるでしょう。感謝ですね、グラティチュード。親切にしてもらってありがたいなとか、当たり前にしてもらってるからこそ薄れてしまっているようなことをもう一度感じ取って、ありがとうって気持ちを込めて伝えてみると、そこに幸せが広がっていくんじゃないかなと思います。ついつい当たり前にやってしまうことあるんですよね。例えばそうですね、生活している中で誰かにこれをやってもらってる、毎日やってもらってることが毎日やってもらってるから当たり前だと思ってしまったりとか、例えば職場に行っても自分に声をかけてくれる人、いつも仲良くて声かけてくれる人がいて、毎日話するから話ができる状態が当たり前だと思ってしまってるけど、その人の存在に救われてることってあるんだよなっていうことを思い出してみたりとか、そうすること、あと自分がいつも行っていることで自分自身に返ってきていることを探してみたりとか、自分にとってありがとう、自分がありがとうって思えるようなことを探してみることもいいと思います。今日もね、健康でいてくれてありがとうとか、ご飯食べられてよかったありがとうとか、そういうことでもすごくいいと思うので、その一つ一つがあなたの心を豊かなものにしていきますというメッセージでした。
今回こちらの共通メッセージをお受け取りください。はい、そして今回も最後までアフタートークお付き合いいただきありがとうございます。より良い流れとなっていきますように応援しています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。